気がしますね。どういう意味なんかですか？気持ち的にすごく前向きというか、やっぱ最後が見えると時間がないく感じるのか、やることがいっぱいでこうブレずにいけるので、なんかこう変なストレスがないっていうんですかね。それがあれなのかわかんないですけど、なんかすごく毎日が充実してるのが生き生きしてるんで、こうなんか気持ち的にすごく若い気がします。あ、そうなんですか。はい。年齢も若いんですけどね。年齢も若いですけどね。すみません、そうですね、25なんでね、ね、皆さん25ですよから比べると、皆さん。すみません、すみません、まだまだペーペーのひよっこなんですけど、ですよね。はい、うん、まあ選手としては10選手と年、してはね、ちょっと、10はい、年ですからね。結構上の方なんですけどね。今どんな日常生活を送ってらっしゃるんですか？練習に向けて。今はもう練習して、まあ、朝大体午前中から夕方ぐらいなんですね。アイスがお昼過ぎぐらいまであって、でそこからトレーニ氷上ングして、練習ですね。まあ、はい。バレエの日とトレーニングの日と分かれて、で夜帰ってきて、まあ、部屋若干洗濯もしたりとかご飯の用意したりとかして、ご飯食べてお風呂に浸かってストレッチして寝るみたいすごいそういう生活を月曜から土曜までしてるわけじゃないでな。はい。すか。なんかそんな毎日毎日練習でストレスたまりませんか？たまんないですね。あ、結構こう誘われたりするんですけど、ご飯いいやみたいな。なぜそんな、昔は絶対付き合ってそうですね、絶対言っましたよね。てましたね。なんか明日あるししんどいし、なんかストレッチしたいしみたいな。いや、わかんないです。なんかやっぱこう自分体をケアして前以上にこうストレッチすることによってすごく体が元気で、なんかちょっとでもなんか不節制するとすぐ疲れちゃうんですね。あなんかあ、疲れが余計感じるというか、えそれはいいのか悪いのかちょっとわからないんですけど、えええ、なんかすごくこう体の中が気持ちいいというか、そうそれを感じてるので、あなんかあとはまあ体も硬いんで、ー、えこんだけちょっとずつ柔らかくしてるのにちょっと休んでこうまた硬くなりたくないみたいな、もったいないみたいなところもあって、結構まあそれもまああと3年だけなんでね、それだけ頑張れるのもっていう感じで、っていう感じで、はい、遊ぶよりもそっちの方が楽しくて、まあ遊ぶのも楽しいですよ、たまには遊ぶので。まあコツコツ型の選手もいれば、はい。小さいうちから勤勉な選手もいれば、やっぱり選手っているんですよ。練習するときはすごいハイテンションだけど、やらないときはやらないっていう選手とか、でもやっぱりそのメリハリが良くて成績がいいっていう選手って結構いるんですけれども、どっちかっていうとそっちのタイプでしたよね。そうですね、で、勤勉とは程遠い。そのメリハリがありつつ勤勉な選手ってやっぱすごい、やっぱ大体日本人でいうと金メダル取る人ってそういうタイプが多いんですあ、けど、そうなんですか。大体そうですね。天才あ肌でなんかひらめきでやってるんですけど、コツコツしてる、やっー、はいぱり勤勉だって感じなんですけはども、勤勉さがついてきて、い、やっとね、25にしてその長かったですね。日々の練習がやっぱり同じ曲かけるわけじゃないですか、プログはい。ラムの。そのマンネリを防ぐためにはどうしてるんですか？マンネリ感あんまマン感じないですか？ネリ感がないですね。うん、なんかちょっとこれをすることによってちょっとでもプラスになると思ってやってるので、今はなんか同じことを毎日してる感がないです。その中でも気づきっていうのがあって、で、まあ、特に今iPhone なんか iPad を買ったんですけど、僕でこう映像を撮ってもらって、それを見ながらなんで余計できてない部分っていうのが分かって、言われるだけよりも。今まであんまり映像とかそう、鏡を映像を見ない選手でしたよね。見るの大嫌いで、鏡を滑るときはあんまり鏡見るの好きじゃなくて、なんでですか？自分の汚さにこううんざりするのでこう自分の滑りの汚さにうんざりするのであんま見たくなかったんですけど、今シーズンからはいろんな選手だったりとか、まあ、今までは自分の演技だけは試合の演技だけは見てたんですけど、他の選手は全く見ないとかっていう感じだったんですけど、今シーズンからいろんな人の見て、あ、こういう風にやってんだとか、その気づきがすごくあって楽しいですね。なんかスケートマニアみたいに今更ながらですけどなってますかね。本当人の演技あまり見ない選手ですそうでよね。すね。うん、うん、やっぱ高橋選手って、まあ、4回転ははい、もちろんあったと思うんで、4回転って大変だと思うんですけれはい、ども、のやっぱりそれ皆さん4回転のことよりもなんであんなに表現力が豊かなんだろうっていうことを知りたいと思うんですけれどはい。も、表現力ってどうやって身ちょっとにつけるんですか？すいませんね。どうぞ。すいません。
つけ申し訳ないです。るんですか？はい。いや身につけてないですね。僕逆に身につけ方を教えてほしいですね。よくすいません。結構ね不思議なことをよく記者会見とかはい取材の席で言うんですけども、ただ綺麗だねっていうのと伝わるって違うっておっしゃったりとか、はい今日は観客とコミュニケーション取れたからとか、はい。今日の観客はこんな感じだからちょっとなんかうまくやさぐれた感じが出せなかったとか不思議なこと言うどういうことなんですか？あのなんていうんですかね。ただ綺麗なのってあるじゃないですか。でも綺麗じゃなくてもなんかこう惹かれるなっていうあものってあるじゃないですか。やっえぱそれってなかなか出せないですね。綺麗だとやっぱ綺麗だから見ちゃうんですけど、えこう掴まれるかっていうと綺麗で掴まれる人も掴まれるものもありますよ。えでもなんだろうこのわしづかみ感はみたいなあのってやっぱなかなか出せないじゃないですか。こう同じことをしててもそれができるかできないかっていうのでやっぱりお客さんとなんかこうピシッとはまるというか、どういう感じなんですかそれもね僕も分かんないですよ。あ今日来たなみたいな来たなと、なんかこういろんなこうパッて目があったりとかするだけでもえここのポイントで合うんだみたいな、ああいい感じだなみたいなえとか、えそれがこうパッて合わせたのにちょっと一瞬そらしてたとかっていう時があるんですよ。えそれもたまたまなんですよ。え別に見てないわけじゃなくてパッてなんかこえう瞬きが合わなかったみたいなええ時とかもあるじゃないですか。えそういう時はあダメだなみたいな、あこうなんかこう一致してないなみたいな。観客と対話大して丈夫ですか？演技を変えていくっていうのがすごい不思議で、でもね結構大事かなと僕の中では大事ですかねやっぱり。でもこうバッてやった時に反応が薄かったらあれ伝わってないんだなみたいな、やっぱそれが伝わってないというか飛ばせてないなみたいななるほど。ところはありますね。でもそれはもう本当感覚なので。でもそういう時に失礼ですけど、あまり俺はかっこいいとか思ってはいないんですよね。なんかこうそれあの時はね結構ねナルシストで何ナルシストとか言われますナルシストって言われるんですけどね、うんあんま僕ナルシストじゃないと思うんですけど、どんな感じだどうですかね。と思うんですか？わかんないですけど、うんあれコンプレックスの塊なので、例えばどういうことに対してコンプレックスを持ってるんですか？だからこう服が好きなんですけど、ええまあ、自分に、ね、自信がないので服で着飾るみたいな鏡は見るんですけど、どっかこう良くない点がないかっていうのをチェックで見ちゃうみたいな、自分がかっこいいなと思って見てるわけじゃなくて、ええここの髪の毛大丈夫かなみたいな、あこれが見えることこれがなってることによってすごく変に見えないかなっていうあところなので、あんまりナルシストじゃないし演技に自分の中で自己陶酔してないですねあんまり。結構お客さんに俺ってかっこいいから見てよみたいな感じでは滑ってないってことじゃあですか？なんかこうお客さんの反応がバーってなることがすごく嬉しくてあ演技するみたいなところはすごくあります。なるほど。あんま浸ってない。浸ってないですね。浸っちゃうとダメだと思うんですよ。演技してる最中に割と自分に浸ってることはほとんどなくって、どういうことを考えてるんですか演技中って？みんながこうお客さんの反応はどんなのなのかをすごく見てるかもしれないです。バンクーバーのお客さんはどんな感じでした？バンクーバー僕舞い上がってちゃったんですよ結構。どういうことですか？舞い上がってたんです。そうですか。だからあんまり見れなかったんです。そうなんですか。はい。モスクワのちょっと世界選手権で5位だった時はあれはもうなんかこんな感じでずっと滑ってた。こう見てんだけど見てないみたいな。こう周りが見れてないっていう感じで。今年はどうですか？全日本選手権とかは。全日本選手権はダメでしたね。あーこうまだこうちょっと距離感っていうのがありましたかね。でもNHK 杯だったりグランプリファイナルだったり良かった演技の方はこうなんか通じ合えてるっていうか、それはもう勝手に思ってるだけかもしれないですけど、音楽とかはどうやって選んでるんですか？音楽はあんまり自分で持っていかないですね。幅を狭めたくないので。今回のブルースなんかははい。とかロミオとジュリエットって聞いた時はピンとこないけどいいかと思ったっていうんで聞いたんですけども、ブルースあとかあとロミオとジュリエットロミオとジュレットはあんまり好きじゃなかったんですけど、もう一個のプロコフィーフの方がしたいなとか。ロミオとジュリエットですね。あれはチャイコフスでもキー嫌いじゃないし、これ持ってきてくれるんだったらいいかなみたいな感じで今回のブルースは、今シーズンはこういった状況だったので、お任せして自分が選ばないものを選んでもらった方がこう違った感が出るかなっていうところで、お任せした感じなんですけど。あんまり自分の好きな音楽で滑んないですよね。
好きな音楽なんですけど、自分これで滑りたいって曲であんまやらないですよ。僕大好きな曲大概ちょっと暗かったりとか、例えばどういう曲なんですか？あのーうーんあの一番こうちょっと受け入れにくいのはビョークさんの「バチェラレット」っていうのをやったことあるんですけど、すごく狂気的な感じの曲だったりとか、えあと本当に弦楽ちゃうわ、弦楽のためのセレナーデドだっけ。違うわ、弦楽違います。弦楽のためのあれでしょ。ですごい暗い曲があるんですけど、ああいう暗い曲だったりとか、まあ、基本的に暗くてダークなものが好きなので、そればっかりだとちょっとあんまりそういう方に方向に行っちゃうんですよ。僕ドン・キホーテとかっていう曲があんまり得意じゃないタイプなので、明るいみたいな。感じですね、底抜けに。そうだから任せます。実際ここにいるお客さんって大半の方が見たことある方たちなんだと思うんですけれども、はい、まああまり会場で足を運べなかったりするんですが、チケはいットがなかなか、はい、どういうとこフィギュアって見てほしいなって思ってます？もうこうやって楽しんでよみたいな。でももう好きなように楽しい好きなようにっていうか、やっぱり空気感ですかね、やっぱり会場。まあでもライブっていうのはね、やっぱりどんなものにおいてもライブっていいじゃないですか。で滑るっていうのって普段の生活であんまりないじゃないですか。で氷の音を聞いたりとかで、音楽と滑りとジャンプとか。だからみんなルールによるとジャンプ転ぶとなんか悪いことしたなってことは分かると思うんですけど、ジャンプちゃんと降りてるのになんか点が低いと何なのかなって初めて見た人思っちゃうみたいなんですけどね。それでいいんじゃないですかね。それでいいんですか？それでいいと思いますよ。もうでも好き嫌いで最初入ってもらって、でちょっとずつ詳しくなっていけばまた違う見方ができるし、でも僕らなんかは全然知らない人がすごくいいって言ってくれたらそれはすごく自分の自信になります。逆に詳しくないのになんかこうわしづかみにされたであったりとか、心がすごく記憶に残った、すごく良かったって言ってもらえるのが一番なんかすごく詳しくなってくると、逆にいろんなものが見えすぎてバッとした印象っていうのが見えなかったりする時だってあるじゃないですか。大体多分ね、フィギュアの記者って言っても、4年間担当してれば詳しくなるんだけど、最初来るときみんな格闘技とかね、はい、野球やってる人がいるからわけわかんない人が結構男性のそうですね、方なんか男性の方はやっぱりなかなか入りにくいもんじゃないかなと思いますね。そういう人がねいいっていうのって大体当たってるんですよね。そうですね、やっぱりあるなと思います、そういうのは。わけわかんないよって言って上がってきて結構気に入ってくるありがとうございます。でもうこの長々と私が話しても仕方がないので、ちょっと会場の方々からいくつか質問を